皆さん、こんにちは。今回は MacBook のおすすめアクセサリーについて話していきたいと思います。動画には目次をつけているので、気になったところがあればぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まずは保護フィルムです。Mac は光沢感のあるガラスが採用されていて、レティーナによる画面の鮮やかさがより際立ちます。ただ、光沢感のあるガラスだと置き場所や角度によっては反射が気になるんですよね。なので、好みではあるんですが、反射が気になる方は非光沢のフィルムを貼ると快適になるのでおすすめです。ちなみに僕は今その非光沢フィルムを使用してます。このフィルムのいいところはズバリ安さと品質の良さのバランスですね。価格は約1600円だったんですが、他のフィルムと比較しても安いと思います。安いとは言っても、フィルムを貼るときに必要なクロスやウェットシートは用意されていますし、フィルムが折れないように丈夫な紙製のパッケージに入っているので安心感があります。Amazon のレビューでは届いた時にフィルムが折れ曲がっていたというものもありましたが、パッケージは結構しっかりしているので、あまりそういったことは起きにくいんじゃないかなとは思いました。実際使ってどうかというところなんですが、やはり非光沢の方が作業時に反射が抑えられて長時間の作業をするときは楽だなと感じます。一方で冒頭に話したことと重複しますが、レティーナによる画面の鮮やかさを実感しにくくなってしまうので、鮮やかな画面がいいという方にはマッチしないかなと思います。続いては PC ケースです。PC を持ち歩く方には必須アイテムですよね。僕は Amazon Basic の PC ケースを使っています。価格は1208円でした。PC ケースの価格としては安い方かなと思います。このケースは14インチまで対応していて、14インチ MacBook Pro を入れてみると少し余裕があるくらいのサイズ感になってます。PC ケースは分厚いクッションが入っているタイプとクッションを薄くして薄型であることを打ち出しているものがありますが、このケースは薄型寄りの商品だと思います。僕の場合はバックパックに PC を入れるスペースがあるんですが、ケースが分厚いと入らなくなってしまうので、このケースはすごくマッチしてました。僕のように薄めのケースが欲しい方にはこの商品はマッチしていると思います。逆にしっかり PC を守ってほしいという方は、これ以外の分厚いクッションの入ったケースを選ぶといいかと思います。続いては充電アダプタです。Mac に付属してくる純正のアダプタの大きさはモデルによって違いますが、いずれにしても Mac のアダプタを持ち運ぶのは重くてかさばるんですよね。最近は出力に対して小さくて軽いサードパーティー製のアダプタが多数あるので、PC を持ち運ぶ方は導入を検討してみるといいかもしれません。僕が使っているのは CIO のアダプタです。これは最大 65W の出力に対応しているので、僕が使っている M1 Pro MacBook Pro くらいまでのモデルであれば十分充電できるものになってます。この商品の最大の特徴はスペックに対する本体の小ささと重さですね。67W の Apple のアダプタと比較するとこんな感じでコンパクトです。また、重さも Apple 純正が 205g に対して CIO のアダプタは 106g なので軽くて持ち運びやすいです。同等の出力でもっと小型の商品もあるんですが、僕の場合は Mac と iPhone と Apple Watch、あとはワイヤレスイヤホンの充電で使う可能性があるので、こちらの USB-C が2つ、USB-A が1つであるこのアダプタを選んでいます。続いては充電ケーブルです。僕は CIO のケーブルを使ってます。100W まで対応しているので、これがあれば今後大きな出力が必要な場合でも対応できるのがいいです。長さに関してですが、この 1m とは別に 2m の2種類展開となっています。僕は 1m を購入したんですが、正直 2m を選んだ方が使い勝手がいいと思うのでおすすめです。というのも、外出した時にデスクにコンセントがある環境があればいいんですが、足元にコンセントがある環境だと 1m では長さが足りない可能性があるからですね。なので、明らかに長さが不要な方以外は 2m を選んでおくと安心かなと思います。他にいいところとしては、サードパーティー製の充電ケーブルだとよくある仕様だと思うんですが、マジックテープでケーブルを束ねられるのが便利で、Apple 純正のケーブルにはない魅力に感じました。続いては PC スタンドです。ノート PC を長時間使用していると首や肩が凝りやすいので、スタンドを導入するとより快適に使えると思います。僕は Olmos の PC スタンドを使っていて、価格は Amazon のセールで3000円ほどでした。15.6 インチまでのノート PC に対応していて、耐荷重は 20kg と剛性が高いのが特徴です。実際使っていて感じるのは見た目の良さですね。
正直 PC スタンドに見た目は求めてなかったんですが、安っぽくない見た目なので気に入っています。一方で気になる点としては重さです。自宅で使用する方であればぜひお勧めしたいんですが、このスタンドは約 800g あるので、スタンドを持ち運びたい方は別のスタンドを検討した方がいいかなと思います。続いてはマウスとキーボードです。PC スタンドで高さを出して姿勢を改善したい方は、外付けのキーボードとマウスが必要になると思います。僕は Apple 純正のマジックキーボードとマジックトラックパッドを使っています。これを選んでいる理由なんですが、ズバリ Bluetooth 接続が安定しているからですね。もちろん他にも魅力的なワイヤレスキーボードとマウスはたくさんありますし、接続が安定しているものもたくさんあると思います。ただ、安くない買い物かつ、とにかく今接続に不安なく快適に使いたいという気分なので、一旦純正を選んだ感じです。純正を使っていて他にいい点があるかというと、キーボードにはタッチ ID がついているところですね。M1 しか対応していないのがデメリットですが、これが使えると地味に便利さが増すのでいいです。感覚としては Apple Watch みたいになくてもいいけどあったらちょっと便利みたいなものに近いかもしれません。他にいいところとしてはバッテリー持ちも悪くはないですし、打鍵感も不満がないというところです。何かにすごく特化していいというところはないんですが、はっきりとしたデメリットも特になくて、さすが純正といった感じです。なので、キーボードとマウス選びに後悔したくない方は、最初に Apple 純正を選択肢に入れていいと思います。続いては USB ハブについてです。最近のデバイスだと USB-C 端子のものが多くなってきてはいるんですが、まだ USB-A 端子のものを完全に撤廃できてない方もいるんじゃないかと思います。また、単純にもっと USB-C 端子が必要だという方もいると思うので、USB ハブはまだまだ必須アイテムかなと思っています。僕が使っているのはアンカーの USB ハブですね。これは USB-A ポートが2つ、USB-C ポートが1つ、あとは 4K30Hz の HDMI ポートと高速イーサネット、あとはマイクロ SD と SD カードのスロットがついてます。ポートが充実していて使いやすいですし、見た目も安っぽくなくて好きなんですが、このケーブルの長さが短めなのは人を選ぶポイントになりそうですね。ポートの種類だったり、ケーブルの長さが皆さんの使用環境にマッチしていれば、ぜひおすすめしたい商品です。はい、今回は MacBook のおすすめアクセサリーについて話してきました。気になる周辺機器があれば、また動画で紹介したいと思います。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。